あとデラウェアの甘口は明日もこれ同じやつ今あるやつだとあとは甘口はほとんどないありがとうね。こちらは一つは2019年賞を取って初の講師山梨のワインを紹介しております。いかがでしょうか。ほらかぶっといたでしょ。いいですか？ Hello. Hello. My name is Miori. Sorry, your name again? My name is Miori. Miori-san. Japanese calligraphy artist. Ah, Japanese calligraphy artist. My art. Oh, this is your. My art. Oh, calligraphy. Yeah, Amazing. calligraphy and art and poem. Thank you very much. Can I ask you a favor? Because this is for YouTube. YouTube? Yeah. Sorry. Yeah, and then this is my YouTube channel. このワインについて教えていただきたいんですけれども。あ、このワインについて。はい。いいですか？北村さん、ちょっとトリを紹介して。ちょっと俺もう終わりの前だからちょっと。これ下手なことをちょっと。そうですね。僕も言えない下手なこと言えないいい大丈夫大体で。何用ですかこれ YouTube だ。YouTube か僕でもあんまりダメなんですよ、ね、これトリオがいいんですよ。それがそうだ。今日の山梨のワインが美味しいんですよっていうのを紹介したいです。オッケー、じゃあこっちじゃなきゃダメ。こっちでもいい。じゃあこっちでやったら。はい。制約が多くてすいません。何の YouTube ですか？彼が日本を紹介する番組おー、です。かしこまりました。オッケーです。お願いします。はい。そしたらじゃあどうしよう。始めちゃっていいですか？そうそう。日本のワインって有名なんですか？ここ最近になってで今山梨もそうなんですけど、日本で今ワイナリーってどれぐらいあると思います？多くって100件。実はですね、今もう400近く、今340の北は北海道から南は熊本まで、それこそ340のワイナリーがあります。今北海道なんかもすごくいろんな余市とか日記町で、ワイン作りがされてるんですけど、もともとは山梨はもう古くから明治時代から、ワインを作っている歴史があります。でここ最近になって日本ワインに注目を浴びて割と身近に感じてもらえるような環境ができてますね。はい。お店に行ってもやっぱり外国産のワインもあるけど日本のワインも結構置いていて、はい、おすすめ日本食に合うワインですよっていうので日本のワインを勧められること多いですよね。もちろんです。で実際に大体有名なところで行くとこの甲州っていう品種になるんですけども、これもともと中国のシルクロードから渡ってきて入ったちょっとね紫っぽい色をしたブドウなんですけどもともと食用ブドウで使われてる品種ですね。でこちらの方すごく香り自体はヨーロッパ品種と比べてすごく穏やかなんですけど和柑橘の香りがあるので非常に和食とも寄り添えるワインになってますね。はい、なので、山梨県で実は一番生産数の多い、ワインとしてはこの甲州という品種になるのですごく多分今だったらねそれこそお鍋とか、はい、湯豆腐なんかすごく相性がいいですね。はい、そう
であとは大体なんか白ワインイコールお魚っていうイメージがあるんですけど、鶏肉だったりとか豚肉なんかともすごく相性がいいので、そういったそうですね。であと意外とね赤身の魚ですね。マグロなんかは赤身はすごく相性良くて、で地元の山梨の連中らはそれこそ、お醤油とこの甲州を1対1で割ってあげて、で赤身でいただくんですよ。めちゃめちゃ美味しいです。はい。じゃあうちの刺し盛りにつけようかな。ぜひぜひそういう提案ってなんか結構面白いと思うんですよね。でそういった形で食文化っていうところがワインを通じて発信していけるのは面白いと思います。日本食って言ったけど、逆にいろんな国のいろんな料理と合わせてももちろんですもちろんです。可能性は秘めてる。もちろんです。それこそロゼなんかすごく万能な子で、日本だと巨峰とかピオーネ。今彼はその別のワインを取りに行って日本のブドウっていうことです。そうです。そういったいろいろといろんな種類のものがあるんですけど、こういうロゼも世界的には結構ですねグローバルにロゼって人気なんですけど、まだまだ日本ではなかなか派生がしていかないんですよ。でここ数年だとお花見に合わせて3月にロゼでみんなでちょっと楽しみましょうとか、これ桜ですよね。そうなんですよ。桜のイラスト。はい、とても素敵なこれ山梨の勝沼のクランボンさんっていうワイナリーさんなんですけども、とっても美味しいワイン作りをされてるところですね。でロゼはそれこそスパイシー系のカレーなんかも相性良かったりとか、あと中華系のお料理で日本でいうとおでんと出汁の効いたおでんなんかともすごく相性がいいので、いろいろとね単純にその日本ワインイコール日本食だよっていうことではなくて、僕らとしてはいろんなものとこの世界にグローバルなそのお食事といろいろと合わせていただけるとすごくいいかなと思ってます。はい。今ねいろんな日本食が出てきて、まずワインの話と日本のおでん、鍋、マグロのシンプルに赤身のマグロですね。いろいろ出てくるので、ぜひいろいろまずは食もあると思うんですけど、その時に一緒に日本のワインを合わせていただけたら嬉しいです。そうですね。そうやってなんか身近に感じてもらえると、本当ご家庭でもすごくテーブルワインとしても山梨のワインは1000円台で買えるものもいっぱいあるので、すごく身近に感じてもらえるワインだと思います。はい。本当にお値段がそうですね。リーズナブル。これで、1830円なんで、はい、なのでやっぱりちょっとレストランに出すようなワインとかもありますけども、もっと身近に感じてよりなんだろうな、ワインの文化を知っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日明日までなんですけど、はい、今回はどんなイベントたくさんめちゃくちゃ並んでるんですよ。そうですね。今山梨のワインだけで100種類ご用意してます。はい。100種類すごい。100種類以上のワインが、赤、白、ロゼ、スパークリングで、ちょうど11月3日が、こちらが甲州とマスカットベリー A の、要はヌーボーってありますよね。それが山梨ヌーボーといって、限定がされちゃうんですけど、品種がこちらの甲州っていう先ほどご説明した品種と、あとベリー A ですね。でこちらがちょうど11月3日が解禁となっているので、それでヌーボー祭りとして今回はイベントとしてご案内している次第ですね。であとはブースにちょうど山梨県にゆかりのある北杜市のお野菜をご紹介してたりとか、はい、あとはキッチンカーでちょうどワインと一緒にお食事できる料理とかもご用意してたりとかしてますんで、ぜひ明日までやってますんで、はい。でね、場所も目の前が新宿駅。そうですね。そうですね。新宿の駅をあそこ取ってもらうとね。ああ、はいはい、そこでいいです。新宿駅。そう、なんで本当になんか若い子とかいろんな方が今回もこの今まだ4日間だけですけど、いろんな方来ていただいてます。でそれで知るきっかけだったりとか、なってるんで、本当にワインの良さを知っていただければなと思います。はい。大丈夫かな。ありがとうございました。はい、いえ。
Japanese vegetable. Very fresh. 農薬がないなんて言うんだろう、農薬ってオーガニック、オーガニック、あーオーガニックベースだと。In Japan, organic Is more expensive. nut is very not organic. Right, right. 半分はそんなに気にしない。私はすごい気にしてありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫。はい、ありがとう。はい、すいません。よろしくお願いします。また